FA178 フルアーマーガンダムマーク2。この機体はティサーンズが開発し、ガンダム強奪事件を契機にエウーゴの戦力となった RX78 にガンダムの後継機ガンダムマーク2にガンダリウム合金製の増加装甲と2連装ビームガンやグレネードランチャーなどの追加武装を施した重武装形態がこのフルアーマーガンダムマーク2である。開発計画自体は FXA05D G ディフェンサーと同時期に進められていたのだが、開発計画は早々に頓挫してしまい、幻の機体となってしまった機体でもある。今回はそんなフルアーマーガンダムマーク2の機体解説を行っていきます。前半はベース機となったガンダムマーク2の機体解説を行い、後半はフルアーマーの解説を配信していきます。ぜひぜひ最後までご視聴ください。ティサーンズ主導のもと、地球連邦軍が開発した新たな権威の象徴ガンダムマーク2。ベラーズ紛争を契機にジオン残党狩りを目的に設立された地球連邦軍特殊部隊ティサーンズ。そのフラッグシップ機として開発された機体がこのガンダムマーク2である。RX78 にガンダムの後継機を目指して開発された本機はジオン系モビルスーツの技術を排除し、純正の地球連邦軍モビルスーツとして完成しており、マーク2に採用された駆動式内骨格ムーバブルフレームは画期的な技術としてその後の宇宙世紀のモビルスーツ開発に大きな影響を与えることになる。またティサーンズのフラッグシップ機として開発されていることから、我々による我々のためのガンダムと謳われており、スペースノイドに対してティサーンズの正当性を示すために開発された機体でもある。そんなガンダムマーク2は全部で3機の試作機が開発され、グリプス戦役序盤カミーユビダンやクワトロガジーナたちの介入によってエウーゴに3機とも強奪されてしまうのだが、近年海試練のレポートよりマーク2強奪事件以前に高速軌道試験中に墜落事故を起こして大破したという4号機の存在が明らかになった。エウーゴに強奪されて以降は3号機が塗装変更後、強襲用宇宙巡洋艦アーガマへと配備され、カミーユビダンの蒸気として運用されることになる。余談ではあるが、エマシーンの蒸気であった1号機は分析用に使用されたことで G ディフェンサーの開発につながり、隔離コンカクーラーの蒸気であった2号機は3号機のメンテナンスや予備パーツとして使用されることになる。ガンダムマーク2の機体構造の根幹をなすムーバブルフレームとは、基本フレームと駆動装置を一体化させたいわゆるモビルスーツの素体にあたる基本構造のことである。ムーバブルフレームを構成する各フレームは関節で連結できるため、腕部や胴体部、脚部といったユニット単位に分解可能となる。これにコクピットとジェネレーター、推進機やセンサー、装甲、武装を取り付けていけば高い戦闘能力を備えるモビルスーツが完成する。つまりムーバブルフレームの誕生によってまるでプラモデルを組み立てるかのように容易にモビルスーツを設計開発することが可能になったわけである。この技術的躍進は非常に画期的なもので、これまで主流であった装甲を兼ねる外角で機体を構成するモノコック構造をはるかに上回る駆動性、拡張性、整備性、軽量化を実現しており、文字通りモビルスーツの基本構造が外骨格から内骨格へと進化したことを意味していた。しかしこのムーバブルフレーム自体は技術的にも完全なものとは言えず、強度不足や瞬発的な外力に対しての合成不足、4号機が引き起こした墜落事故などから量産化計画が見送られてしまうという経緯も持っている。そんなムーバブルフレームを採用したモビルスーツは第2世代モビルスーツというカテゴリーに分類され、少なからず問題を抱えながらもモビルスーツのレベルをワン段階上げるとともに可変モビルスーツなどの開発を推し進める要因となった技術であった。マーク2に関して言えば、実は第2世代モビルスーツの条件であるガンダリウムガンマを採用していないため、第2世代モビルスーツのカテゴリーには含まれない機体となっている。ガンダムマーク2の武装とオプション装備。ムーバブルフレームだけではなく、汎用型モビルスーツとして高い戦闘能力を有していたマーク2は、武装も豊富な携行兵装群が用意されていた。当時では最初期となる EPAC 方式を採用した出力調整可能なビームライフルに加えて、カートリッジ式のハイパーバズーカ、頭部には外装化させたオプション兵装、バルカンポッドシステム、ハイブのバーニアアームと一体化させたビームサーベル、ガンダム試作1号機で試験運用された伸縮機構を備える専用シールドなどを装備。ハイパーバズーカに関しては
事務系列機に採用された並走の改良型にあたり、カートリッジを交換することで通常弾から3弾まで使用可能となる。オプション装備として大気圏突入用サブフライトシステムユニットフライングアーマーが用意された。このフライングアーマーは大気圏内でも運用可能なサブフライトシステムであり、空中、地表、水上を優れた運動性で駆け抜けることが可能となる。テレビ版ではカミーユが考案し、アナハイムエレクトロニクス社が開発したという設定になっているが、劇場版ではティサーンズが開発したものをダッシュしたという設定になっている。ガンダムマーク2の強化計画とフルアーマーガンダムマーク2の誕生。グリプス戦役時代、カミーユ美団の類まれなニュータイプ能力との融合によって目覚ましい活躍を発揮したガンダムマーク2であったが、エウーゴに対する軍事行動を本格化させたティサーンズの新型モビルスーツの開発スピードは凄まじく、可変型モビルスーツ、モビルアーマーに対して徐々にその基本性能の差を露呈していくことになる。中でも最も問題視された点がマーク2に使用されていた装甲であった。ムーバブルフレームの採用によって機体の整備性などは向上したのだが、マーク2に使用された装甲材は旧式のモビルスーツと同様のチタン合金セラミック複合材だったため、防御力の低下に加えて機体重量の増加という問題を招いてしまう。そのためティサーンズが開発した可変型モビルスーツ、モビルアーマーの効果力、高機動性に対応することが難しくなってしまい、再び宇宙に上がった際にはジェリド・メサの乗る RX-110 がブスレイに背後を取られ、撃墜寸前にまで追い込まれることになる。これを受けたエウーゴのメカニックたちはアナハイムエレクトロニクス社と協力し、マーク2の強化計画が進行。マーク2自体には一切手を加えず、ガンダリウム合金製の追加装甲と追加武装、スラスターの増設を図った火力と装甲の強化改修案が立案された。これがフルアーマーガンダムマーク2であり、固定武装として右腕部に2連装ビームガン、左腕部に2機と2連装ビームガンの砲身部に1機搭載されたグレネードランチャー、左肩部に懸化された可動式のフレキシブルシールドを装備。逆部の追加装甲には重量増加に伴う運動性や機動性の低下を防ぐためにスラスターが増設された。ところがこのスラスターの増設は重量増加に対応するほどの推力を得ることができず、この強化改修計画は早々に頓挫してしまい、結果マーク2のフルアーマー化は机上の空論で終わり、試作もされることなく幻の機体となってしまう。代わりにフルアーマー化プランと同時進行で開発が進められていた FXA-05D G ディフェンサーとの合体強化プランが採用されることになり、スーパーガンダム、正式名称マーク2ディフェンサーが誕生することになる。このスーパーガンダムは航続距離の延長に加えてロングライフルやミサイルポッドによって攻撃力が飛躍的に向上している。近年ではグリプス戦役第一次ネオジオン構想集結後を描いた作品機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの帰還にて、地球連邦軍の参謀本部に所属する提督ゴップによって封印が解かれたガンダムマーク2が登場。この機体は生きていたヤザンゲーブルの蒸気としてミナレット争奪戦に投入されることになるのだが、早急に用意したロートル機なため増強ユニットとしてアナハイムエレクトロニクス社に発注したフルアーマーユニットが追加装備されることになる。ベース機であるこのマーク2はゴップの依頼を受けたアナハイムエレクトロニクス社が同社に残されていたデータをもとに全パーツを新造して開発したもので、機体のカラーリングはかつてヤザンが上記としていたハンブラビと同じ青を基調とし、海蛇も追加装備されている。グリプス戦役時に幾度となくマーク2と戦闘を繰り広げたこともあるヤザンは受領の際、これは少々冗談が過ぎるとゴップに苦言を呈していたのだが、しぶしぶ承諾し、以降フルアーマーガンダムマーク2として実戦に投入。シャアの乗る MSK008S リゼトラバーシアやジョニー・ライデンの乗る MS14J/BR ゲルグム・ウェルテクスと激闘を繰り広げている。ティサーンズが開発しエウーゴに強奪されるという経緯を持つガンダムマーク2はカミーユ美団の上記としてエウーゴの中核を担う重要な役割を果たし、その技術はアナハイムエレクトロニクス社に吸収され、ゼータ計画やその後に続く新世代モビルスーツの開発につながることになる。以上、フルアーマーガンダムマーク2の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。